韓国ソウル地下鉄ヒョチャンコンウォンアップ駅。着いたエスカレーターを登ってきたらいきなりのレッドカーペット。俺んとこには全くないわなんて思いながら今日行くところはこっち。蒸し暑さでこいつみたいに全身が真っ赤になりながらこちわさびが今日も行く。駅出て歩いてるとあの建物は何や。スマートシムト。こんな立派な休める場所あんの。休んでってって言われたら休むのはしゃあないやんか。お邪魔します。そうか、この辺は43区なんか。右上の風車。ここで休みながらバスを待つことができる。暑い夏には最適やな。バスが近づいてきたらずっとアナウンスをしてくれる。で、あっち側には充電ができる場所やったりビニール袋だけ捨てれるゴミ箱がある。それにしてもここめちゃめちゃ涼しい。エアコンの下に風車みたいなのついてる。また風車。もうここで寝たい。いや、こんな涼しい部屋で甘えてたら今日の動画ここで終わる。北極におった白熊は赤道を越え、出た途端この温度差で体が吹き飛んでまうわ。あれこれ何。駅前にはミニガーデンみたいなんが設置されている。結構立派やな。これビニールかぶせたらビニールハウスやで。で、ちなみにこれ何の植物なん。ちょっと調べてみようか。最近こう葉っぱ取っただけでも何の植物か分かるやん。これ何やろ。ブドウ。ブドウ。ブドウな。3回言うてる。こんな駅前にブドウ農園。ほんまにブドウなってたりするんかな。うわ、ほんまになってるやん。可愛らしい感じやねんけど、ちょっと触れるかな。よいしょっと。小ぶりやけど立派なブドウなってるわ。駅前にこんなんあるなんて。ここで実になってるからって食べたりせん方がええとは思うけど、ブドウ畑の中を直進。お前ら食べとったんかい。鳩がものすごい勢いで食べていた。今日のお店は駅から近い。あれ何やあれ。そんなことある。道の上にポカンと置かれた椅子。何これ。横にはカラーコーン。ああ、ここ連日の雨で水が溢れたんかな。これは危ない。ちょっと俺が監視しとこう。誰か知らんとここ通ったら危ないからな。ちょっと今こういう状況でして。はい。ちょっと今ここ通れないんですよ。ほら見ての通りこういう状況でして。ここちょっと今通れないんです。すいません。ご飯。ほんまこんなことやってると警察署の中でご飯食べなあかんなるで。綺麗なバラが揺れてる。ブドウがあったりバラがあったり、植物園やなここ。着いた。早くもっこした都心そげオアシスのヨギンがよ。ここが入り口なんか。またちょうど綺麗にバラが咲いてるやん。そんな自然の中によく合うパラソルも置いてある。お店の名前はヨンホヤチェコッチャン。竜と虎、タイガー&ドラゴンにしては可愛らしい名刺とんな。ここだけ見たらなんか東南アジアっぽい雰囲気を感じながら入店です。こちらのメニュー、コッチャン、マッチャン、スンデのボックンメニュー。そんなボックンメニューとは他にアルコッチャンのメニューもある。そのすぐ横にはコッチャンチョンゴルも置いてある。辛さが4段階あるんか。普通でも辛ラーメン程度と書かれてる。この辺は注意せな。あんまり辛いと食べられへん。こっち見てる。熱帯魚やと思うねんけど。店内はそんなに広くないねんけど、インテリアなんかの雰囲気はなんかおしゃれ。おっさん浮いてへんか。 전골을 2인분 주시고요. 전골 2인분이요? 네, 그리고 진로 이집에 가면 되세요. 네, 전골이 저희 기본 맵기가 신라면 정도인데 그 정도로 해드릴까요? 네네. 네, 준비해드릴게요. 네, 감사합니다. 今日はボックンではなくチョンゴル食べに来まして。何回か来てるけど美味しかったからさ。こいつなんでおんねん。ゲロゲロケロケロケロッピ。こんな泣き方ちゃうと思う。懐かしい。俺が小学校の時とかに流行ってへんかったっけ。消しゴム持ってたもん。そんな汗を拭いてる間に用意してくださった基本のおかずは大根のピクルス、キムチ、そして海苔。きた。冷たい瓶を持ち上げぐる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 。ケロケロケロッピには負けてられへんでローリング。これがガマちゃんの力。キティちゃんはもちろんやけどサンリオのキャラって韓国でも人気あるよね。今日は横にはケロちゃん、反対側にはガマちゃん。こんな大合唱が聞こえてきそうな店内で本日最初の一杯。バタバタと
あともぶどうで初期払い。ありがとうございます。冷たいガマちゃんが胃の中に落ちる音が聞こえる。体内でも大合唱。よし、基本的にはある程度調理して出してくれるから少し時間がかかる。なのでまずはキムチを食べていく。ガマちゃんの大合唱をこれで少し落ち着かせる。感じに酸味が出てる。これはチョンゴルも楽しみや。あ、俺真っ白や。後でエプロンいただこう。周りの壁にはアートのように落書きがされてる。反対側も真っ白な壁やったはずやねんけど、真っ白なシャツを着てる俺にエプロンしろってことやな。ほら、俺もここに巻き込まれてしまうで。あかん、こいつに時間与えたらろくなことせえ。店員さん、早くチョンゴル持ってこんとこの男に店乗っ取られますよ。この言葉が届いたんか、すぐさま運ばれてきた。 불 살짝 켜드릴게요. 이거 이따 조절해서 드시면 되세요. 저희 육수 리필을 한번 가능하시니까요. 일단 필요하실 때 말씀해 주세요. 네, 알겠습니다. 네, 바로 드셔도 상관없어요. 드세요. 宙に浮いたグラスは一気に動き出す。まずは料理を確認し、目だけで一杯。めっちゃいい匂いすんねんけど。もう我慢できん。極利が響く。エゴマの葉っぱとかエゴマの粉が気になるけど、まずは混ぜずにコッチャンだけを味わいたい。慎重につかみ上げる。赤い溶岩の中から出てきた真っ白なコッチャン。愛を確かめるような近さで夫婦。そしてそのまま一口。鍋から噴火し流れてきた溶岩はすぐさま固まり、その上でヤッホーしていた。暑いからこんな顔にはなんねんけど、コッチャンの弾力で口の中がバウンドしてる。もちろん臭みなどは一切なし。炒めたものとは違うチョンゴルならではの味。いやー、やっぱええわ。好き。正直こういう料理は合うのよね。こいつやこいつ。まだスープも飲んでへんのに、ガマちゃんも溶岩の中で溶けてまう。一杯。出たペロリ。次はこのお玉でしっかりと混ぜていこう。混ぜていくのがもったいないような気もするけど、大敵を確認。あれ、見えてんわ。こっちか。下から漂ってくるええ匂いの元はこのエゴマとエゴマの粉。ここにゆっくり上からスープをかけていく。街に水が溢れ出したらあかんけど、ここでは溢れてほしい。再び435の時期に登場。スプーンを準備。そして再び鍋の中の標的を確認。次は見える見える。そしてスプーンの上にコッチャン。目の前のワンモアコッチャン。もうこれでスプーンの上いっぱいやねんけど。ネバーエンディングストーリー。中から澄んでもご登場。やはりスプーンは俺にとっては小さすぎる。最後にはエゴマの葉っぱを乗せて引き上げ、プログラミングされてるように無駄のない動き。十分に夫婦だって澄んでおるからな。大きく一口にはならない。食欲よりも体の危険が勝ってしまう。十分に夫婦した後、少し出てるコッチャンで温度確認をした後、大きく一口。俺は熱いもんは熱いうちに食べるのが一番ええと思ってる。だからよう口の中やけどする。ちょっと学習しろやと毎回思う。そしてコッチャンチョンゴルといえばやはりこれ。スープを飲まんことには始まらんのよ。夫婦して少し震えながら口の中に入れていく。いや、うまい。こうやって笑ってると気をつけなあかん。大丈夫か、俺飛ばしてへんか。そうや、もうエプロンもらおう思ってたんや。料理来てすっかり忘れてた。目の前にあったから取ってきた。よくある焼酎のブランドが書いてるエプロンではない。なんか可愛らしいエプロン。店の雰囲気に合ってるよね。もうこれつけただけでなんか店の壁と一体化してるような気がするんだ。今日はスプーンがキャッチャーミット。1コップちゃん、2コップちゃん、3コップちゃんにエゴマの葉っぱ。これはちょっと命の危険を感じるビジュアル。竜のように横長く夫婦。虎のように威圧しながら夫婦。次はよくわからんぐるりぐるり夫婦パクリ。適度にスープに絡まったコップちゃんと鼻から抜けるエゴマの葉っぱの香りがええ具合にマッチングしてる。そしてここにこいつを入れる。皆さんもご存知、コップちゃんチョンゴルとガマちゃんの相性は最高なんよ。お口直しに大根のピクルス。
こいつを口に入れると口の中がすぐさまリフレッシュ。やはりスプーンの小ささに気づいた男。お玉である程度すくった後、お箸で欲望の一つかみ。お箸はダウジング効果も発揮する。これでよし。お玉の上にはマイコプチャンチョンゴル、湯気が立ち上るスンデをパクリ。パクパク、スープの熱気にしなびたネギも一緒にパク。お玉は俺を裏切らない。コプチャンの味が残る口にスープ、もう止まらん。ググッといってマイコプチャンチョンゴルが終焉を迎える。ここで俺の気持ちが壁に現れる。このまま茶ごしった添い寝をしてくれるのはガマちゃん。グラスを持ち上げググッと入れる。おやすみ。これだから不眠症。なぜかって口がスープを欲してるからよ。こういうチョンゴルのようなスープの多い料理はガマちゃん行ってスープというゴールデンルートが確定している。俺もそのゴールデンルートを踏み外さぬよう前進していく。ケロちゃん、コプチャンチョンゴルという沼地に足を踏み入れた俺は、横にはケロちゃん、横にはガマちゃん。鍋の中にはスンデも結構たくさん入ってる。炒める時とは違うスープに使ったこの食感も好き。なんか書いてる。基本的にはこの食べ方はコプチャンボックンを食べる時の食べ方やと思う。ただそういや海苔出てきてたよね。これやんな。コプチャンを巻いて食べると柔らかい味が出るって書いてある。巻いて食べるのか、いや食べてもうたそのまま。あかんあかん、もう数枚持ってくる。こういうの見るとね、チョンゴルと関係ないけどやってみたくなるよね。さあ海苔の上にベッドイン。もうスープが垂れる。熱い。滴るスープは全身を包み込み始める。海苔も熱で一気にふにゃっとなってもうたけどパク。確かにうまいやん。まだ垂れてる。コプチャンチョンゴル食べてて磯の香りが少し入ってくるのも新鮮。コプチャンチョンゴルは日本でいうともつ鍋。日本と同じように牛のホルモンを使うか豚のホルモンを使うか分かれるところではある。牛を使ったコプチャンチョンゴルはスープに深みが増し、豚のコプチャンチョンゴルはリーズナブルで酒のあてという感じが個人的にはする。気軽に負担なく食べれるのがまたいい。そしてこの店がいいところは辛さが選べる点。今日は俺は普通辛ラーメン程度の辛さやけど、参考までに言うと俺は少し辛いと感じた。辛いものが苦手な人は1段階目を選ぶのがいい。たまに次の日もうお尻から引いててもええわって思うぐらい辛いものを食べたい人もおるやろ。女性とか辛いもん好きやもんね。暑い夏でも汗を少しかきながら冷たい酒を一杯。そういうのが俺は結構好き。酒の話をしたら思い出す。ケロケロケロッピのケロちゃん、そして左手にはガマちゃん。日韓のキャラクター対決に挟まれる在韓15年の日本人。これはケロちゃんが嫉妬する野郎から向こう向いといてもらっての一杯。タイガー&ドラゴン&ケロちゃん&ガマちゃん。向こうにおるお客さんは俺と目合わせんようにしてたなと思いながら、苦みが残る口にスープをごくり。これがコプチャンチョンゴルの一番の得意技、酒からのスープ。このお店俺何回か来てるけど、ほぼコプチャンチョンゴルを頼んで食べてる。もちろんヤチェボックンみたいな炒め物も好きやねんけど、チョンゴルあるお店行くとなんか知らんけどチョンゴル食べたくなる。だんだん具の方が少なくなってきた。コプチャンもプニプニでスープも濃厚。残ったキャベツも口に運ぶ。エゴマの粉がごっそり入ってたのも俺好み。スンデクッとか食べに行くとごっそり入れてまうからね。さてある程度チョンゴルの中身がなくなってきたら、常識中の常識、あいつの出番や。あれ隠れてないで出ておいで。書いてない。 볶음밥 할 수 있어요? 네네네. あるやんか。しばしのお別れ。ポツンと空いた心を埋めてくれるこのキムチ。これを噛みながら待つとするか。まず持ってきてくださったのはこいつ。鍋の中に残ってた具とスープ。こいつも心の穴を埋めてくれる。ただ飲みすぎたらあかんで。飲みすぎたらあかんねんで。どうしても思考と言語が交わらない。後でチャーハン出てきた時に一緒に食べなあかんっていうのは分かってる。それがうまいっていうのも分かってる。危ない。そんな時パチパチという音とともにやってきた。またええ匂い。もちろんもう食べれんねんけど、少しだけ炒めていく。俺の食欲がここにある。スプーンの上には竜や虎が出てきそうな崖。顔に近づけるとこの香ばしさよ。魚のように口をパクパクしながらの夫婦。
そう俺が言わずと知れた崖の上のポニョ、やっぱり見られてる。そして一口ハフハフしながら食べてたら少し落ちる。あおちゃうかこいつ。ただこれがコリアンデザート。そしてすぐさまスープ。こんな時でも姑息なワンコプチャン。ご飯からのスープ。このハーモニーを感じたいがためのコプチャンチョンゴルと言っても過言ではないこの組み合わせ。店頭に咲いてあったバラを摘んでこようかと思うぐらいの求愛夫婦。炭水化物でしっかりと体が締めを感じてるわ。よし、あれキムチは？そういやさっきおかわりしますねって言われて持って行ったんやけど来てへん。あれ？すごい優しい店員さんで、今から言うたらめっちゃ大量に持ってきてくれそうやったから、ほら残したら悪いからさ。この大根のピクルスで口は十分爽快。ここから始まる俺の必殺技、ルーレット食い。チャーハンを一口コプチャンチョンゴルで流し込む。カリカリとしてきたこのチャーハン、口の中でも踊り出す。少し感じる油気はこいつでリセット。最後の大一番を前にしてコプチャンチョンゴルをマッコリを飲むかのように唇から飲んでいく。ピリッとしたコプチャンチョンゴル最高やった。えらい底見えるわ。鍋をくるっとさせた後は少し焦げ目のついたご飯をきれいに寄せ集め、この鍋の中に俺が飛び込んでいく。本日のコリアンデザート見事に完食。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきたな。めっちゃ笑顔のケロちゃんの横でガマちゃんをついでいく。そんなガマちゃん負けじと最後の一滴まで。グラスを持ち上げマッチャンしようと思ってた時に目に入る。なんやこれ。スルチョンクマンモゴー。その上にはスリスルモヌングナ。せやで分かってますやん。これを書いた人に捧げる本日最後の一杯。いやー今日もよう食べた。お腹いっぱいや。俺の気持ちはこれやで。ヒョチャンコンオンアップ駅にあるコプチャンボックムコプチャンチョンゴルのお店。軽く一杯するにはすごく雰囲気のいいお店。臭みのないプニプニとしたコプチャンにエゴマの香りがふわっと香ばしいチョンゴル。あらまたバラ。この辺ようバラ咲いてんな。綺麗な花にはトゲがある。いた！ちょっと血出てもうた。さすがにこれは映されへんわ。アホなことばっかりしてるけどやっぱり今日も大満足や。今度はアルコプチャンも食べたいよね。俺結構好きやから。横断歩道を渡っているとカメラに気づき手を挙げる。飛び跳ねる。これはこんな用途に使うものではない。バスが苦手な俺は地下へと逃げ込む。タクシーもそうやねんけど俺酔うからさ。せっかく食べたもの出てまうやないかなんて思いながら今日の食物語はこれでおしまい。チャイモモスミだ。